自分にはどうせできないよ。できるやつは頭の作りが違うんだよ。こんなことを思っている方に見ていただきたいです。こんにちは。なりきり読書チャンネルの京介です。今回の登場人物と紹介本はこちらになっております。この動画では、この登場人物の悩みに対して、この本に書かれている重要な3つのポイントを適用して、登場人物の悩みを解決していく動画になっています。皆さんもこの登場人物になりきって考えてみてください。今回ご紹介するのは、大学心理学教授のアンジェラ・ダックワースさんが書いたやり抜く力という本です。このアンジェラ・ダックワースさんはプロジェクトチームを作ってある研究を行っていたんですよね。その研究が何かというと、能力を発揮している人たちはどういう共通点を持ってるんだろうっていうことだったんです。それを調べるために学校とか軍隊とか様々なところで調査を行ったんですよね。調査する前はアンジェラ・ダックワースさんはこう考えていたんです。能力を発揮している人たちは IQ が高いんだろうと。でもですね、実際に調査をしてみると、実は IQ ではなかったということなんですよね。では何が共通していたかというと、それがズバリやり抜く力というものだったんですよね。この本にはですね、このやり抜く力がなぜ重要か、何をすればいいかについて具体的な方法が記されています。今回はある登場人物を設定して、その人にですね、この本のポイントを説明していきたいと思います。それを聞けば重要なポイントがわかると思いますので、ぜひ見逃さないでください。はい。ゆうとさん29歳、一般会社員の方です。この方はですね、大学時代に自分に大きな可能性があるというふうに夢を持っていたわけなんですよね。クリエイティブな仕事だったり、自分のアイデアで世の中をですね、変えてしまうようなことをしたいというふうに考えていたんです。なんですけど、就職活動で苦戦してしまって、実は面接がですね、思うようにできなかったということで、自分が入りたかった会社には入れなかったということなんですよね。現在では、モチベーションが下がった状態で仕事をしているということなんです。そんなゆうとさんなんですが、新しいことに挑戦しようということもたまに考えるんですよ。なんですけど、途中で挫折してしまって、やっぱり自分には向いてないとか、自分じゃダメなんだっていうふうに考えてしまって、なかなかですね、続けることができてないという状況になってるんです。そこで、ゆうとさんの目的を充実感のある人生にしたいに設定いたしました。この本のポイントを3つにまとめつつ、それを今回の登場人物のゆうとさんの悩みに当てはめていき、どうしたらゆうとさんの悩みが解決し、目的を達成できるのか、ということをこれから説明していきたいと思います。1つ目のポイントは、学べば成長し続けられるという考え方を持つということなんですよね。多くの人はですね、大人の時よりも子供の時の方が成長できるというふうに思っていますよね。でも実際にはですね、そんなことはないということなんですよね。大人になってからでも私たちは成長することができるということなんです。私の場合はですね、高校の時まで漫画を読むのもですね、理解できないくらい読解力がなかったんですよね。とにかく活字を見るのが本当に嫌いだったんです。なんですけど、高校に入った時にですね、いろんな文章問題を読むじゃないですか。その時にですね、全然理解できなかったんですよね。それで、これはやばいなということで、そこから本を読み始めたんですよね。そこから20年ぐらい経ちますけど、今もずっと本を読み続けていて、今ではですね、この本の要約チャンネルを作るところまで行ったということで、その高校の時に比べればですね、だいぶ成長したんじゃないかなというふうに自分でも感じております。で、この本でも言ってるんですが、努力すれば今できないこともできるようになるという考え方を持つことが大事だということを言っているんですよね。例えば、仕事で失敗した時に自分には無理だっていうふうに思うんじゃなくて、どうすればもっと次できるようになるかという考えを持つことがですね、これが次につながるということなんですね。失敗は誰にでもあることですし、失敗をしてもですね、もうそれはしょうがないということなんですよね。そこから何かをつかめればラッキーだという考えを持つことが大切なんですね。こういう考え方を持っていると、失敗してもですね、諦めずに挑戦し続けることができるようになりますよね。そしてその結果、どんどん自分も成長していけるということなんですよね。二つ目のポイントは、自分が取り組んでいることに目的意識を持つということなんですよね。ゆうとさんは今なんとなく生きてしまっているので、自分がですね、取り組んでいることに目的意識を持つことができていない状態なんですよね。
それだとですね、やはりこれから自分はどういうふうにですね、生活をして、どういうふうに生きていけばいいんだろうっていうことがわからない状態になってしまいますよね。例えば、今、この環境でできることは何かということを考えてみると、自分の仕事を通して、どのようにしたらお客さんに喜んでもらえるのかな、であったり、将来やりたいことのために自分のスキルを磨くためには何をすればいいんかっていうことを考えれば、今よりもですね、目的意識を持ってモチベーションを高くすることができるようになると思います。で、こういうですね、目的意識っていうのは、部下を持つ上司はですね、部下に対して必ずこれをやらなければいけないんです。じゃないと部下のモチベーションが下がってしまうということなんですよね。この詳細に関してはこちらの動画で詳しく紹介していますので、ぜひ見ていただければというふうに思います。3つ目のポイントは、決めたことはすぐやめずに続けてみるということです。例えばこの方、あるプログラムを習得するために勉強をしていたんですよね。それで途中で挫折してしまっているわけです。やっぱり自分にはプログラミングなんてできないんだっていうふうに考えてしまっているということなんですよね。そしてこの方はこう思うんですね。プログラムができる人っていうのは考え方が違うんだということで、そう言い聞かせて途中でもう挫折してしまうということなんですね。しかしですね、この人の能力なんていうのは、そんなにですね、大差がないんですね。この本でも言っております。何が違うかというと、諦めずにやり続けている人ができるようになるということなんです。ただですね、単純にやり続けるだけじゃダメだということなんですよね。このつまずいてしまった時になぜつまずいたのか、どうしたら理解できるようになるのか、どうしたらうまくいくんだろうっていうことを試行錯誤しながら頑張るということが重要になってくるんですね。こういうふうに試行錯誤して自分に合ったやり方を見つけていって伸ばすということが重要になってくるんですね。私の場合は徹底的にまずは理解することに時間をかけるっていうのが一番いいやり方だということは、これは社会人になって気づきました。人によってはですね、1週間に何回か反復練習をしてみるとか、アウトプットを多めにしてみるとか、もう様々なやり方があると思うんですけど、やり方は人によって全然違くていいんですよね。で、これすぐにやめてしまうと、自分に合ったやり方もわからなくなってしまうということなんです。それってすごくもったいないことですよね。それなので、まずはですね、決めたことを一定期間続ける姿勢っていうのがとても大事になってくるんですよ。続けていくことで自分に合ったやり方を見つけていくことができるということなんですよね。仮にですね、取り組んでいることがもうつまらなくてこれダメだと思ったら、一度ですね、目的を見直してみてください。それによって続けられる可能性が出てきます。それでもダメだったら、その時はですね、今やっていることをやめて次に進んでもいいというふうに、この本でも書いてあるんですが、ただ、この区切りをですね、ちゃんとしてやめてくださいということを言っております。これ途中でやめてしまうとですね、自分にはできないんだっていうことがこの潜在意識の中に残ってしまって、次新しいことをするときにも挫折しやすくなってしまうということなんですよね。なので、試験勉強であれば、次の試験までは頑張ってみるとか、この章までは勉強してみるとかっていうこの区切りをですね、つけるということが大事になってくるんです。またですね、モチベーションを維持するのが難しいという方は、こちらの動画も見てみてください。モチベーションを維持するのに必要なドーパミンの出し方を詳しく紹介する動画になっております。はい、なりきり読書チャンネルいかがでしたでしょうか？傍から見るとすごい人でも、能力自体はあんまり変わらないんですよね。重要なのは続けることなんです。そして続けていく中でいろいろな課題にしっかりと対処して一歩ずつ階段を上がることが大事なんですね。新しいことに挑戦するとき、失敗するかもなとか、笑われるのが嫌だなっていうことあるかもしれませんが、そんなことはですね、気にしなくていいんですよね。自分自身で決めたことって、この内発的動機っていうのが絡んでいて、それって長続きするし、モチベーションも維持されやすくなるんですよ。なので、他人に少し言われたぐらいで、この内発的動機っていうのが無駄になるっていうのは、ものすごくもったいないことなんですよね。なので、自分の進むべき道をしっかりと定めてトライしてみていただければというふうに思います。今回の動画でやり抜く力のことが少しでも分かったという方は、いいねボタンを押してもらえると嬉しいです。コメント欄を使ってお悩みをご記載していただければ、今後の動画配信のテーマにもしたいと考えております。皆さんが登場人物と同じ悩みを抱えてしまったとき、このチャンネルの動画がきっかけで解決のヒントにしてもらえるのが私にとって何よりの喜びでございます。ぜひチャンネル登録をしていただいて、いつでも見られるようにしていただけると
今後のお役に立てると思います。それではまた会いましょう。